さあ、それでは大道寺のアジトへ向かいましょう。ここだ。ここか。花輪の言ってたアジトってのは大道寺一派が無数に持っている拠点の一つだな。行きましょう。上流、こちらへ。ああ、大道寺は蒼天堀にもこんなアジトか。全国主だった町には大抵ありますね。ただ普段からこんなに人が詰めているわけじゃありません。我々にとっても緊急事態なんですよ。あなたの生存がどこまで近江連合に嗅ぎつけられているのか、そしてこの状況にどう対処すべきか検討中です。鶴野もここにいるんだな。ええ、あちらの取調室に。別に手荒く扱ってはいません。ああ、そうなんだ。もちろんこの先もずっとそうかといえば保証しかねますが。ふてぶてしいな。あれから何か聞き出したか？いえ、あなたと一緒に聞き出した以上のことはまだ。そうか。よく無事に帰ってこられたな、花は。ご心配をおかけしました。しかしいつ大阪に？あなたを呼んだ覚えはありませんよ、吉村さん。主任からお前を補佐するよう言われてきたんだ。そう邪険にするな。あんたは保身が先走って仲間を見殺しにするやつだ。歓迎されるとでも思ったが。花は救出についてはご苦労だったな、上流。ただし組織の命令に逆らった事実は残っている。特に俺の記憶からは絶対に消えない。それで何か用があったのでは？だからなんだ。主任がお前と話したいそうだ。こちらです、花尾さん。主任とつながっています。わかりました。上流も一緒にということです。お聞きの通りです。こちらへ。聞きましょう。主任ってのは？大道寺一派の幹部という認識でよろしかろうと思います。実は私もそれ以上よく知りません。影の指揮官ってわけか。緊張しろとは言いませんが、せめて茶化さないでください。私にも立場というものがあります。来たか、花輪君。それと彼が上流だな。ええ、私の命を救ってくれました。とはいえ花輪君がピンチになったのは、元をたどればその人が存在を嗅ぎつけられたせいでもある。いえ、近江連合の渡瀬が一枚上手だったんです。先日の金塊密輸は桐生一馬の生存をあぶり出すための茶番でした。我々全員が出し抜かれたんです。何にしても今の状況は大道寺と桐生さんの約束と違うものだ。彼は一切の情報を漏らさないように自分から死んでやると申し出たんだからな。自分の生存を隠し一生表に出ないという条件で我々と折り合った。約束は守ってもらわなければ意味がない。そうじゃないか、桐生さん。俺にどうしろってんだ？あんたの死亡を覆す情報は全て抹消する。手始めに今そこに身柄を押さえてある鶴のその弟分宍戸、そして花輪君をいたぶってくれた鶴野の手下どもだ。みんな渡瀬組の組員だろう。全部で何人になる？何25名です。消せと。お前らまさか皆殺しにする気か？もう一人渡瀬勝も加える。
殺す以外に口を塞ぐ方法があればな。相手がヤクザとはいえ、私も大道寺って組織の冷酷さんには怖くなる。しかしそいつに逆らったら次は自分の番だ。君も自分の身が可愛ければ誠意を見せないとな。桐生さん、お気持ちはわかりますが、ここは逆らわないでください。何？大きな組織です。秩序を保つには常に掟が鉄の硬さを持つと示さねばなりません。あなたが約束を交わしたのはそういう相手です。もしそれを軽んじるような真似をすれば、ペナルティーを受けるのはあなただけじゃない。あなたが人生を捨ててまで守ろうとした人たちもです。わかりますね。やるしかねえのか。桐生さん今度はあんたが取り調べよ待て、俺はまだ言うてない情報がある。構わんよ。もうヤクザの情報などどうでもいい。分かってるな上流。これはお前が忠誠心を見せる場だ。彼の言う通りです。残念ながら。あんたにはめられてる首輪はそこまで重いっちゅうことですか。上流、お前ら下がれ。まあ殺せねえよな。鶴野、お前は行け。この建物さえ出りゃ助かる。外には近江連合がうようよしてんだ。やっちまったな上流。何やってる鶴野、行け。いやもうどうすんだって感じ。この後はどうする気だったんです？あなた一人なら逃げるのもいいでしょう。でも沖縄の子供たちは。黙れ。あいつらに手出しはさせねえ。ならあなたは取り返しのつかないミスを犯しました。残念ですよ、本当に。判断を誤りましたね。もう全員ぶっ飛ばすしかねえよな、こうなったらな。守るためには。オッケー。どうする桐生さん。近江側につくしかなくなっちゃった感じもするよね。すぐにその電話を切ってください。朝顔にかけているんでしょう。子供たちに逃げろとでも言う気ですか？もう手遅れです。私にこんなことをさせるなんて。恨みますよ、桐生さん。すでに大道寺のエージェントが位置についています。マジかよ。沖縄の朝顔の前に今う子供わ、と同じ数の人員が控えています。もう間に合わないもんな。花はもしもし、どちら様でしょうか。もしもし。喋るのか。もう切りますよ。話せないよな。アラートを出せば即座にこうした体制が取れる。大道寺一派は正しくあなたを警戒していました。リアルタイムの映像です。
皆さん手を振ってください。どうすんだ。分かった、花輪。連中を朝顔の前から引かせてくれ。頼む。あなたが服従の意思を見せてくれればすぐにわかるでしょう。私もこんなことしたくないんです。桐生一馬が上流に戻りました。朝顔を離れて結構です。あとはこちらで。上流に戻った。本当に残念です。こんなことになって。なんてバカな真似をしたんです。あなたは鶴野を撃つべきだったんだ。花輪も辛いよな。でもそういう男なんだよ、桐生さんは。何をやってんだ俺は。あ、ここで終わりなんだ。なるほど。まだ全然早いので、このまま第3章に行きましょうか。第3章、知りすぎていた男。どういうことだ。これで花輪が助けてくれたら熱いな。桐生一馬、これから処刑を執行する。何？じれったかったろうな。殺すならさっさと殺せってよ。立たせろ。花輪のとこに連れて行け。あれから何日経った。お前が鶴野を逃がしてからってことなら3日だ。奴が助けに来てくれるとでも思ったが、残念だったな。沖縄の子供たちは。お前がそれ知ってどうなると言いたいとこだが、武士の情けだ。何も手を出してない。あの子たちは相変わらずお前がとっくに死んだもんと思って過ごしてる。今日本当にお前が死んだとこでそれは変わんねえだろ恩に切る。花輪にやらせんのか。マジか。桐生さん、処刑の執行人はあんたが。なら最悪よりは少しマシだ。花輪はずっと優秀な管理者として大道寺に貢献してきた。だが今回は散々だったよ。目も当てられん事態だ。担当したエージェントを制御しきれず組織を危険にさらした。自分のまいた種は自分で刈り取ってもらう。いや、助けるでしょこれ。ひざまずけ桐生。最後は潔くな。いつでもいいぞ花輪。今度はお前が忠誠心を示す番だ。桐生は命の恩人だろうが組織の指示に二度逆らってる。この処刑に依存はないな。花輪は撃たねえ。信じられません。堂島の竜が何度も修羅場を生き抜いたあの桐生一馬が
今私なんかに命を握られている。担当したエージェントを始末する。辛い仕事だよな。だから俺たちも同僚として協力は惜しまん。こんなことで死んじゃいけねえ男だよ。それは分かってるはずだ、花輪も。これで罪悪感が減るだろう。お前はやるしかなかったんだ。余計なこと考えるな。軽く引き金を引けば済む。それ以外の動きをすればお前も処分の対象だ。近江の奴らが来るのか？わからねえ。いいんだ花は。俺はもう3年前に死んでいた。あんたを恨んだりはしねえ。そうやってあなたはいつも真っ先に自分から犠牲にして、そんなことでどうやって今日まで生き残れたんです？花はもともと今私が生きてるのはこの人に救ってもらったからだ。それも今回だけじゃない。私は彼に2度助けられている。いいんだな。よせ。何やってる花は。銃を拾え。覚悟があるわけじゃありません。それでもやっぱりできないんです。私にあなたを殺すことはね。了解した。おい。やめて。見上げたもんだよ花は。どういうこと？合格だ。二人とも。合格？主任。何なんだよ。わざわざご足労いただきまして。すまなかったな、桐生さん。それに花輪君。君らは今や肩書きや立場の枠を超える関係を築いてみせてくれた。それこそが大道寺を支える者たちの到達点だ。どういうことだ？友人でも他人でもなく、それでいて最もお互いを知る管理者とエージェント。桐生さん、あんたにとって花輪君はもうただの管理者じゃないだろう。逆にもしそうなっていなければ、桐生さんの命運もここまでのはずだった。花輪君の銃にはちゃんと弾を入れといたからな。ならそいつが本当か確かめる。花はあのじいさんに向けて撃ってみろよ。今はやめてください、そういう冗談。まだ体が震えてます。いや、そうだよな。大道寺にしては随分甘い裁定だ。ただこれにはちょっとした訳がある。なあ鶴野さん。お前何？近江連合本家の持つ不動産に渡瀬組が管轄するフロント企業の経営権、締めて500億の資産や前もって親父から託されたもんです。それと引き換えに大道寺から桐生さんを生かすチャンスをもらいました。ああ、そういうこと。あんたを俺らの仲間に引き入れるため。500億ぶら下げりゃどんな堅物だって股が緩む。大道寺のお偉方もその点なかなか柔軟だしな。
桐生さんにチャンスをやるとして、あとは花輪君の決断に丸投げしたというわけだ。すると賭けは我々の勝ちと出た。あんたはしばらく渡瀬組に手を貸してやってくれ。彼らに限定して桐生一馬の生存を一時的に開示する。何でもでかい仕事になるらしい。それでいいかな。一派は500億手にして仕事は全部俺にさせるわけか。不服なら全部ご破産にしたって構わんよ。その時は500億を返上するし、あんたにはやっぱり死んでもらうことになる。鶴野さんにもな。選択の余地がねえことは分かってる。だが俺からも一つ条件を出させてくれ。桐生さん。もちろん聞く。言ってみろ。沖縄の子供たちへの監視を今すぐやめてくれ。あいつらの命が電話一本で奪われる。そんな状況を許すくらいなら俺は死んだ方がマシだ。俺が死ねばあんたらだって人員割いて朝顔を見張る必要はなくなる。そうだな。仮にうちが子供の監視をやめたと言ったとする。しかしあんたにそれが事実か確かめる方法はないだろう。そのことは承知してるか？約束を守ることにかけてはあんたらを信用している。でなきゃ俺たちはとっくに決別していた。分かった。そんな風に言われると弱いな。あんたの条件を飲むよ。この私が保証人だ。交渉成立ちゅうことでええんやな。まあそういうことだ。まったく命が助かっただけで御の字なのに、あなたから条件を出すなんて。500億出してまで必要とされるとは。あなたがすごいのか、渡瀬がバカなのか。どっちもだな。おいこら後のやつ取り消せや。あんたよく一言余計とか言われへんか？別に言われませんが。バカ言え。みんな気使って言わねえだけだよ。まさかそんなわけ。ちょっと和んだな。桐生さん、仕事言うても今すぐどうこう言う気はありません。まずはしっかり回復してもらわな。後日電話させてもらいます。赤目にも知らせときますんで。桐生さんもあいつんとこやったら少しは落ち着くやろ。ああ、そうだな。なんかうまいこと収まったな。よかったよかった。住職、もしかして私を迎えに来てくれたのか？ええ、無理を聞いてくださり感謝します、主任。あんたから直々に命乞いされちゃあな。桐生さんのことも花輪君のことも無下にはできん。動いてくれたんだ。それでも渡瀬組の500億がなきゃ危なかった。あれでやっとお偉方と交渉の余地ができた。すると桐生さんは天に愛されているようですね。今のセリフ本物の坊さんみたいだ。長い言葉あげてると板につくもんだな。それはどうも恐れ多いことです。ただのおじいさんだもんな。いろいろあって少し疲れたな。鶴野からの連絡が来るまで赤目のところで休むとしよう。自由時間だね、少しね。赤目の元へ向かう。こっちに何があるの？なんかゲームの、何これ。
マスターシステム。何マスターシステムって。あー、なるほど。まだあるのか、ゲーム。ちょっと待って、一生遊べんだけど、これ。ここら辺のミニゲームはね、まあ、動画にはしませんけども、まあ、これだけでも多分何十時間遊べるでしょう。皆さん自身で遊んでみてください。これ私もやりますよ、もちろん。そんな感じで。一回戻りましょう。海外版に切り替えるってどういうこと？二度美味しいんだ。二度美味しいってことか。たまんねえな。行きましょう。ちょっと赤目の元戻りましょう、一回ね。なんや、傷だらけやないの。少し疲れてんだ。そしたらシャワーあるで。ついでに体も洗ったろか。その場合は追加料金やけどな。ぜひお願いしたいかな。そっちは間に合ってるか。間に合ってるか。シャワーは助かる。せやろ。ついでに腹も減ってんだ。そしたらあれか。ご飯にする？お風呂にする？それとも赤目。シャワーの後飯食って寝る。あとは構わないでくれ。ノリ悪いやんか上流。ついさっきまで生きるか死ぬかだったんだ。そうだな。たく大げさやな。一生チェンジしましたね、そういえば。大げさで悪かったな。上流。おはようさん、上流。調子はどうや？いや、まずってとこだ。ちょっといろいろあってな。あんたらしくない歯切れの悪いリアクションやな。せやな。そや、気分転換に依頼でもどうや？あんたがサボってた分仕事はたんまりあるで。そうだな。それもいいかもしれねえ。なかなか金にもなるし、キャッスルとかいう場所にも興味がある。なかなか悪趣味やけど、ええ場所やろ？ランク上げれば戦える闘技も行ける場所も増えるし、さらに便利になるんや。なら気分転換がてら上のランクを目指してみるとするか。なるに越したことはなさそうだからな。せやね。ナイスな心がけや。うちも情報屋としてまだまだのし上がっていくつもりやからな。上流がゴールドになってくれるとめっちゃ助かるわ。ゴールドランクになる条件は何だったか。あんな？条件は2つ。1つは赤目ネットワークレベル10以上。いくつか依頼をこなしてもらえれば、これはすぐに到達できると思うで。もう1つは闘技場のシルバーランクの闘技で結果を残すこと。こっちは3つくらいの闘技を制覇すれば十分ってとこかな。闘技場に参加したければいつでもキャッスルに送っていくからうちに声をかけてな。わかった。頼むわ。全部条件満たせた時もうちに知らせてな。ゴールドランク目指して頼んだで、上流。裏で闘技場はがっつりやったので、もう条件は満たしてると思うので、そのまま話しかけましょう。上流。ゴールドランクの条件を満たしたみたいやないか。なんだ、知ってるのか。情報で飯食ってる赤目さんを舐めたらあかんで。早速キャッスル側に問い合わせてもらっておいたわ。はい、これがゴールドランクの象徴、金トラや。ゴールドランクに昇格した後、闘技場で出場できる試合の追加、VIP ラウンジ開放、ブティックの VIP ルーム開放、キャッスル内のファストトラベル。ありがたい。これで今まで行けなかったところにも行けるようになるわけか。せやね。VIP ラウンジっていう富豪が集まる場所にも行ける。なんかおもろい話があるかもしれんから行ってみるとええで。あんな？あと、闘技場もゴールド専用の闘技がぎょうさん開放されとるはずや。今までより相手は強くなるけど、賞金はたんまりもらえると思うで。なら今度覗いてみるとしよう。OK。しかし、ゴールドランクまで来たら次はいよいよ最高ランク、プラチナランクやな。プラチナランクになるにはどうすればいい？またネットワークの強化と闘技場での活躍か？せやね。だいたいネットワークレベル20以上ゴールドランクの闘技を3つクリアぐらい満たしていればいけるんじゃないかと思うわ。よし、じゃあ次はそれを目指すか。プラチナランクを目指せ。プ
プラチナになったらキャッスルで行けない場所はなくなる。きっと最高の遊び場になるはずや。ちょっと大変やと思うけど頑張ろうな上流。まずはゴールドの恩恵を楽しむとええよ。そうするよ。そうそう。めっちゃ仕事頑張ってくれたみたいやし、ここらで一息入れようか。蒼天堀通りのステイルってバー知っとる？うちのお気に入りのお店なんやけど、今からどう？いっぱいおごったるで。お言葉に甘えるとしよう。おおきに。よっしゃ、ほな早速行こうか。赤目との絆。なるほど、いい店だ。ふふん、せやろ。よく来んのか？うん、静かに飲みたい時はここやね。お客さん少ないから。少し意外だな。飲むなら仲間と賑やかにやるタイプかと思ってた。もちろんそういうのも好きやけどな。今日はまったりやりたい気分ちゅうわけ。赤目との仲が深まったりするのか、もしかして。なら今日はとことん付き合おう。なら俺はお邪魔なんじゃないか。わかる。そういう日もあるよな。なら今日はとことん付き合おう。そうか。なら今日はとことん付き合うぜ。威勢ええけど、うちと飲み比べしたら赤っ端書くで。何？こっちのセリフだ。上流付き合うてくれたけどええの？忙しかったんちゃう？それでも一杯飲むくらいの時間はある。じゃあ今んとこセーフってわけやね。ああ。ならちょうどええ。今日はこのまま上流の歓迎会にしよう。ようこそ赤目ネットワークへ。ちょっと今更じゃねえか。もう散々こき使われてる。こういうのは思い立ったが吉日や。それに今日は全部うちのおごりやって言うたら。なら悪くね。せやろ。さあいっぱい飲もう。これからも馬車馬のように働いてもらわなあかんからな。人使いの荒いボスだ。だが実際大したもんだ。赤目ネットワークだったか。あれはあんた一人で立ち上げたもんなのか？そう、大変やったで。別にうちは裏社会の人間ってわけやないし、特別なコネがあったわけでもない。ホームレスの人たち一人一人と仲良くなっていくのを繰り返した結果やね。そうなのか。ネットワークが大きくなったらなったで、金の匂いを嗅ぎつけて半グレやらヤーさんやらがちょっかいかけてくるし、ほんま気の休まる暇がないわ。まあそういう連中が放っておくわけないだろうな。あんたがキャッスルの仲介役になってるのもその辺との折り合いの結果ってところか。さすがやね。その通り。持ちつ持たれつの関係に落ち着いたっちゅうわけや。なるほどな。だがそこまでしてあんたは何がしたいんだ？何か目的があるんじゃないのか？ネットワークを作ったことも規模を拡大していることも。まあそうなんやけど。ん？なあ、上流って子供の頃何になりたかった？なんだ急に。ええやん、減るもんやなし。聞かせてや。特になかった。おやっさんみたいになりたかった。天下を取りたかった。特になかったはつまらねえ返しだな。おやっさんみたいになりたかった。俺はただおやっさんみたいになりたかっただけだ。おやっさん？読んで字のごとく俺の父親みたいな人だ。今だって俺はどこかであの人の背中を追いかけ回しているのかもな。へえ。じゃあ上流はまだ子供の頃の夢を追い続けてる最中ってことやね。
かっこつけて言えばそうなるな。実際かっこええよ。大抵の人はどこかで夢を諦めて大人になるんやから。あんたは褒めて伸ばすタイプらしい。何か悩み事でもあるのか？なんでそう思うん？でかい組織のトップってのは気苦労が絶えないだろうからな。それは確かに。でも大丈夫。ならいいんだ。ありがとうな上流。気ぃつこてくれて。確かにうちネットワークのこととか人様に言えん秘密がいっぱいの謎大きい女や。酒の勢いで言うたらあかんこと言うてしまえへんか気ぃつけながら飲まんとあかんから。上流は気兼ねなく飲めてええわ。木の鱗として便利に使ってくれ。王様の耳はロバの耳って。じゃあこれからもよろしくってことで改めて乾杯。ああ、乾杯。赤目との絆が深まったことで赤目とカラオケで遊べるようになった。鶴野です。恐れ入りますが桐生さん、これからキャッスルへおいで願います。キャッスルへ？キャッスル？わざわざあそこでないとできねえ話か。ええ、大道寺の目を気にせんで済みます。もう連中の了解は取ったはずだ。それでも向こうさんにこっちの動きを知らせる義理はありません。親父の仕事は大道寺と別物や。俺はもうキャッスルに来てます。大阪城を正面に見て左手のプールでお待ちしてますんでよろしいでっか？そうか、わかった。ほな。ゴールドランク昇格な。うん、得点ね。まあ、さっきも聞いたやつだね。ちょっと赤目に話しかけていいかい？こけそうになったな今。どうかしたか？え？ああ、別に何でも。そうか。それより上流、これから暇？またステイル行こうや。何？この前楽しかったし。誘ってきたな。行こうか。ああ、いいぜ。ほな出発。お酒やお酒。あんたの方は仕事大丈夫なのか？ちゃんと終わらせてから飲んでるんです。できる女でやらせてもろてますんで。そりゃおみそれしたな。上流もこのお店気に入った？ああ、いい店だ。せやろ。ネットワークの方は順調なのか？そりゃもう上流も大活躍やしね。評判を聞きつけた新規のお客さんがひっきりなし。それはよかった。お力になれて何よりだ。ただその割には浮かない顔をしてるな。え、そうそんなことないやろ。吐き出した方が気も晴れるぞ。さっきため息ついてただろう。そんなに俺が頼りないか。吐き出した方が気も晴れるぞ。無理強いはしないが、吐き出した方が気の晴れることもある。あんたの立場の難しさは分かってるつもりだ。そんな時は木の鱗の出番じゃねえか。上流は案外お人よしやね。気になることを放っておけねえってだけさ。それがお人よしって言うんやって。ほうきにな。はあ、上流が心配しすぎるからなんかハードル上がってるけど、ほんまに大したことないんや。そうなのか？前に上流聞いたやろ。
赤目ネットワークなんか作って何がしたいんかって。ああ、うちな、ほんまは歌手になりたかったんや。歌手に？それがネットワークと関係あるのか？そう思うやろ。でも終わりなんや。もう何年前になるやろ。うちは裏社会とは何も関係ないただの田舎者やった。歌手を目指して蒼天堀に来てバイトしながら路上で弾き語りしてた。ネットに動画上げて CD も手売りしてな。そうだったのか。いつか誰かがうちを見つけてくれると信じてやっとったけど、誰も見向きもしてくれんかった。芸事で成功するには巡り合わせも必要だからな。フォローを機に。でもある時ホームレスのおっちゃんが一人うちのこと見かねてやっと CD1 枚買うてくれたんや。お仲間も連れてきてくれて冗談半分で「赤目ちゃんはわしらが売り出したる」なんて言うてね。気のいいやつらじゃねえか。うん、ずっと寂しかったからそん時は思わず泣いてもうたわ。それからやな、あの人らとつながりができたんは。なるほどな。うちはバイト先で出た廃棄するお弁当をこっそり分けてあげて、ホームレスの人たちはうちの宣伝をしてくれて、そういうささやかなやり取りが積み重なっていくうちに今の赤目ネットワークが出来上がったんや。そういう経緯があったのか。じゃあ赤目ネットワークってのはもともとあんたのファンクラブだったってわけか。そうとも言えるかな。ネットワークのみんなのおかげで一時期順調に CD が売れ出してな。蒼天堀で結構名が知られるようになったんや。ほう。そしたらとあるホテルグループの偉いおっちゃんがうちの歌に惚れた言うてくれて、新しく建てるホテルのステージをうちに任せたいってオファーをくれたんや。順調に話が進んでるように聞こえるが、何か問題でも起きたのか？はあ、そういうこと。そのおっちゃんのグループ会社にはいつの間にか妙な会社が紛れ込んどったんや。それが近江連合のフロントと気づいた時にはもう後の祭り。好き勝手しゃぶり尽くされてグループは崩壊しとった。当然うちのステージの話もおじゃんってわけや。そんなことがあったのか。なら近江には心中穏やかじゃないだろう。キャッスルの仲介役なんてよく引き受けてるな。しゃあないわ。この町で近江に睨まれたら誰も生きていかれへん。持ちつ持たれつの関係に持ち込めただけでラッキーや。仲間を守るためか。あんたは立派だな。生き残るのに必死やっただけやって。ちなみにな、さっき言ったホテルがもし予定通りちゃんと完成してたら金ピカの大阪城になるはずやったんや。どっかで見たことない？あるな。まさかキャッスルのあの城は？まさか。そのまさかおっちゃんの作ってたホテルがいつの間にか船の上に鎮座しとった。そうなのか。ほんま人をバカにすんのもええ加減にせえって思うわ。うちの夢の舞台になるはずやったもん。まあそれがケチのつき始めで、だんだんうちの歌手としての人気も落ち始めて、逆にネットワークの方はどんどん大きくなっていった。そんでいつの間にか歌手の夢はどっかに行ってしもた。まあうちにはこっちが天職やったってことやね。青臭い夢を抱いてた時もあったっちゅうお話でした。
笑わんといてよ。大人になったんだな。諦めていいのか。まだ遅くない。まだ遅くないっていうのもなんか自分勝手だしな。大人になったんだな。大人になったんだな。そういうこと。青臭い夢からはもう卒業したんや。今のうちは赤目ネットワークのボスや。ならその顔はここでだけにしておけ。部下に見せちゃ士気に関わる。そんな情けない顔してる？ああ、そう見えるな。はあ、まだ大人になれてへんのかもね、うち。成り行きもあったとはいえ、赤目ネットワークは今のあんたにとって大切なもんだってことはわかる。なら欲張っちまえばいいんじゃねえか。欲張る？仲間も守るし夢も追う。あんたくらいできる女ならできないことじゃないだろう。上流これまでの苦労も知らんで勝って言うてくれるわ。他人の特権だ。でもおおきにね。やっぱり上流と話してると少しだけやけど気が晴れるわ。そりゃ何よりだ。本当に少しやけどね。手厳しいな。ちょっと湿っぽくなってもうたからな。さ、気を取り直して飲み直すで。お手柔らかにな。赤目とポケサーで遊べるようになった。ほんと雰囲気のいいバーだ。戻ってきた。上流キャッスルに行く前にサイドストーリーやりましょう。簡単な力仕事です。上流は松村って人を知ってる？いや。松村？いや、知らねえな。ね、蒼天堀で何十年も何でも屋をやっとる、いわばうちの大先輩ってとこやね。おう。まあでかい町なら探偵やら便利やらは腐るほどいるだろうな。その老舗ってわけか。せやね。そういうことや。その松村さんから依頼が来とるんや。何でも屋が何でも屋に依頼を出すのか。向こうは松村さんほぼ一人でやっとるからな。人手が足りんときはこうやってやりくりしてんねん。それで細々と何十年もか。苦労人って感じだな。せやな。幼い時から身寄りがなくて養護施設で育ったって聞いてるわ。養護施設？なんて言ったっけな。あんな？ああ、確かひまわりや。知ってるな。何？ひまわりだって。せやね。確かそのはずやで。関東の方の施設やって。まさか俺のいたあのひまわりなのか。で、力仕事ができそうな人がおったらレンタルしたいっちゅう依頼なんやけど。引き受けよう。ほんまに？あれ？意外と乗り気やね。その松村って人に興味が湧いてな。どこに向かえばいい？それじゃあ頼むわ。笑福町西にワイルドジャクソンあるやろ？そこで打ち合わせってことになっとる。わかった。行ってくる。知ってるやつ？さあ、ワイルドジャクソンに来ましたよ。彼か？スリッパですいませんね。あんたが松村さんか？赤目の使いできた。ああ。君が、さすがは蒼天堀に名だたる何でもや赤目だ。私が求めていた人材にぴったりだよ。ささっどうぞ。座って座って。どうも。改めまして、私が松村です。よろしく頼む。俺のことは上流と呼んでくれ。ああ、よろしく、上流さん。聞いているかな？私は長年便利屋をやっててね。頼まれればどんな相談にも乗ってきた。それで今はある養護施設の院長の相談に乗ってあげてて。
養護施設の。このご時世、施設はどこも経営が大変で、悩みは尽きないそうでね。あんたも確か養護施設出身だとか。ええ。私は中学生まで関東の方のひまわりという施設にいたんだ。それが何か。いや、松村という名前もこの顔にも見覚えがない。年齢的に俺が物心つく前にひまわりにいたってことか。いや、理由はわからんが嘘をついているって可能性もあるが。そう、懐かしいね。そのひまわりっていうのは風間という人が面倒を見てくれてたんだけど、私は彼に憧れてね。何？風間？おやすさんのことまで知っているとは嘘じゃねえ。この人も俺と同じひまわり出身だったのか。正直言って仕事の中には逆に損になるようなものもある。けど風間さんという偉大な人からもらったものを今度は私が誰かに返してあげたいと思ってね。ついつい引き受けてしまう。少しカッコつけすぎかな。いや、わかるぜ。ありがとう。なんだか初めて会った気がしないね。そうかもな。さて、そろそろ依頼内容について聞かせてくれ。そうだった。上流君、驚かないでもらいたいんだが、君には養護施設の院長になってもらいたいんだ。何？急な話で驚くだろうね。白鳥という施設なんだがね、そこの院長は老齢で家族もいない。跡取りを一刻も早く見つけたい状況なんだ。いや、だからといってどうして俺なんだ。国からの助成があるとはいえ、白鳥の運営はほぼボランティアだ。私も引き取り先を方々探したんだが、このご時世そんな苦労をわざわざ買って出てくれる人は見つからなくてね。実はね、私自身院長になることを申し出てみたんだ。だが便利屋なんかに大事な施設を渡せるかと一蹴されてね。まあ便利屋なんてそりゃうさんくさいよね。いえ、それを言うなら俺だって同じだ。悪いがこの話は受けられない。いや、まあそういう結論を急がないでおくれよ。そもそも委員長が君を気に入らなければそれまでなんだ。それはそうなんだろうが。でももし気に入られたらもう一度検討してもらいたい。何、そんな深刻な話じゃないさ。形だけ委員長になってくれればそれでいいんだよ。運営だとかお金回りとか細かいことは全部私が引き受ける。時間がある時に顔を出してくれればそれだけでいいんだ。どうしてあんたはそこまでするんだ。まあ余計なお世話と言われてしまえばそれまでだけど、向こうとは長い付き合いだし、自分も施設出身だ。他人事とは思えないんだよね。大したお人よしみたいだな、あんたは。本当にね。とにかく優先すべきは一刻も早く次の院長を立て、白鳥の経営を立て直すこと。じゃないと子供たちも路頭に迷うことになる。それだけは何とかしないと。いや、その考えは立派だと思うが、俺には貸してやれるような名義もないんだよ。いや、そのあたりは上流君さえ了承してくれれば方法はなくもない。多少邪道なやり方かもしれないが、便利屋としての手立てを使えば書類上のことくらいならどうとでもなるさ。わかった。実は俺も施設の出でな。あんたと同じで他人事とは思えなくなっていた。そうだったのか。ありがとう、上流君。ところで、俺は力仕事って聞いてここに来たんだが。ああ、それは、今日施設への差し入れを受け渡す約束をしていてね。委員長が蒼天堀まで出てくるから明日葉公園で待ち合わせしているんだ。お願いします。上流君、悪いけどそれを運んできてくれるかい？それだけか？まさか、君も施設の出なら知ってるだろ？子供たちの相手はとにかく体力勝負だ。確かにそうだった。
運んで終わりじゃねえと。あ、松村さん。いやー、匠、一緒に来てたんだね。もちろんや。松村さんに会える機会を逃すわけにはいかんからな。いつだって会えるじゃないか。今日はプレゼントを持ってきてるんだ。服やお菓子なんかが入ってる。ありがとうございます。いつもすみませんな。いや、なに、大したことないですよ。バザーなんかでただ同然でもらってきたものですし。委員長の方こそわざわざ蒼天堀まで出てきていただいて。いやいや、いつも来てもらってばかりやと悪いですから。おや、そちらの方は。彼は上流君。委員長に紹介しようと思いまして。よろしく頼む。はじめまして、上流です。これはどうも。それで委員長、例の話ですが、次の委員長はこの上流君ではどうでしょうか。え？ふむ。ちょっと。なんで急に？僕は反対や。こんな今日いきなり現れた人なんかが委員長になるやなんて、それは正しい反応だ。匠、聞きなさい。委員長はもうお年だ。上流君はまだまだ働き盛りだし、見どころもある。今日が初めましてだけど、これから仲良くなっていけばいいだけだろ？やめろよ。それやったら、松村さんが委員長になったらええやないですか。それだと委員長が納得いかないらしくてね。なんでや委員長、松村さん、いつも仲良くしてくれとるやないか。私には私の考えがある。委員長がそんな頑固やから白鳥は今みたいになってしもたんちゃうんか。いや、匠、言い過ぎだよ。せやけど松村さん、この件持ち帰って検討してみても。もちろん。では今日のところはこれで。差し入れありがとうございました。匠と言ったか。あの子はあんたに委員長を継いでもらいたいようだな。彼と初めて会った時は中学生くらいだったかな。慰問で何度も顔を合わせるうちに私に懐いてくれたようでね。彼の気持ちは嬉しいが、委員長は乗り気じゃないみたいだな。そうだね。それに私の方でも最近会社を立ち上げてね。そっちで手が回らないっていうのも正直あるんだ。便利屋とは別の会社か？ああ、不動産周りの雑多な業務を処理するような事務所をしててね。小さい会社だけど、そうそう、今度匠もうちに入社するんだ。そうなのか。匠はね、なかなか他人に心を開かないんだ。そのせいで前勤めてた会社にいられなくなったみたいでね、白鳥に戻ってきたんだよ。再就職先を探そうにもなんだかんだ社会は施設出身者に厳しいから。それであんたが引き受けたわけか。委員長もあんたを信用して良さそうなもんだがな。上流君からも言ってやっておくれよ。それじゃここでまた依頼をお願いしてもいいかな。ああ。まだ続きがありそうだね。差し入れや慰問だけじゃなく、子供たちの就職まで受け入れてるとは。風間のおやっさんに憧れてって言ってたな。やっぱりおやっさんはすげえな。偉大だよな。赤目か、なんだ。上流、仕事終わった？松村さんは？いや、もう別れた。今は俺一人だ。そっか、ちょうどいいわ。上流、松村さんのことどう思った？どうって、立派な人だったと思ったぜ。白鳥っていう養護施設を必死に支えようとしている。必死なのは善意からやない。何？あの人は施設を乗っ取るつもりなんや。なんだって。あれから妙な予感がしてな。職業病かもと思いつつ、すぐに松村さんのことを調べたんや。すると松村さんの、いや、松村の裏の顔が見えてきた。松村の正体は、生理屋やったんや。
借金を帳消しにするなんて甘い言葉で多重債務者に近づいて下先三寸で言いくるめ、土地家屋ごと財産を踏んだくる。それがいわゆる整理屋や。おい、待て、松村は俺に白鳥の院長になってほしいと言ってきた。自分はそのサポートをするからと。なるほどな。今回はそうやって表に条理を立てといて、裏で知らんうちに整理するつもりやな。何？まさか。その施設やばいで。間違いなく狙われとる。松村の被害者になると悲惨やで。全財産かっさらわれた挙句、ケツの毛一本まで抜かれるっちゅう話や。確かなのか。憶測でこんなこと言うと思う？せやけど、上流には直接自分で確かめてほしい。松村の被害者やっちゅうホームレスが毘沙門橋の下におったんや。その人んとこ行って詳しい話を聞いてみたらええわ。わかった。風間のおやっさんに憧れてる。松村のあの言葉は嘘だったのか。何せよ確かめないわけにはいかねえな。信用してたのによ、ふざけやがって。行くぞ。こいつか？なんや、あんたは。あんた、松村って男を知ってるか？松村？あの松村か。知ってるんだな。わしがこんな目に遭うとるのは全部松村のせいや。借金チャラとか調子のええことばっか言うて、あいつはわしの全財産奪っていきよった。詳しく聞かせてもらえるか？思い出すのもムカッパラが立つ。養護施設の運営が傾いて借金まみれになり、途方に暮れとったわしに奴は近づいてきたんや。何？養護施設だと。自分に任せれば高く売れるとかなんとか抜かして、最初から土地家屋をむしり取るつもりやったんや。松村は人の顔をかぶった悪魔や。それであんたはホームレスに。わしのことはまだええ。それだけやないんや。何？松村はな、行くあての亡くなった子供たちを責任取るとか言うて自分の会社に引き取ったんや。さも救いの手を差し伸べるような顔して。あの子らは今、松村の事務所から外に出してももらえず、馬車馬のように働かされとるっちゅうんや。何？なんだって。わしの可愛い子供らを。せやけど、松村はヤクザとも親しく付き合っとるっちゅう話で、あいつに狙われたのがわしの運の月やったんや。わしのことは知らない。甘い言葉に踊らされたのはわしにも非がある。せやけど、なあ、あんた。どこの誰か知らんけど、できることならあの子たちだけでも助けたってくれ。ああ。あんたもこんなとこにいるより赤目を頼ってみてくれ。その辺のホームレスに聞けばすぐにわかる。事情を話せば無限にはしねえはずだ。赤目。ああ、聞いたことあるわ。ありがとうな。許せねえな。どうやった上流？ホームレスから話を聞いた。養護施設の経営者だったが、松村に全て奪われたと。そっか。他にも松村は身寄りのない老人に近づいて財産を巻き上げとるそうや。うちも油断しとったわ。あの人が裏でこんな悪行を重ねとったなんて。どうして今まで明るみに出なかったんだ。整理屋に頼む方も少しでも儲けたいっちゅう欲が働いとる。そこをついて被害者の方にも負い目を作らせたりしとったんやろうな。あとは絶対に口を割らへん優秀な手駒を抱えとったりするとか。松村の会社は松村が潰した施設の子供たちを雇い入れているらしい。白鳥という施設の匠って子は松村のことを随分と慕っていた。きっと他の子供たちもそうなんだろう。まさか松村が養護施設を狙っているのは都合のいい部下を作り上げるためなのかもな。赤目、松村の事務所の場所を教えてくれ。ちょっと待ってな。わかった。
調布町南の西久保サンライズビルにある松村興産中事務所や。事業内容は不動産関係か。巻き上げた土地家屋の処理を自分とこでしとるわけか。くそ。どこまでも抜け目のない野郎だ。乗り込むんやろ。思いっきりぶっ飛ばしてや。もともと力仕事って話だったからな。違いねえわ。おやっさんを踏みにじられたような気もするし、ムカつくな。ぶっ飛ばしてやる。匠。わかったが、新入り。ここじゃ、はいかわかりました以外の返答は存在せえへんのや。はよ、先輩のようになるんやで。それまでわしらがきっちり教育したるからな。おい。何？お前は、匠。ああ。なんやねん悪い。何勝手に入ってきてんねや。なあ、一つ教えてくれねえか。社員をこうやって痛めつけるのがここのやり方なのか。そうやで。悪いか？教育っちゅうのはな、体に教え込むのが一番早いんや。うちにはうちのルールがあるんや。部外者黙ってるやボケ。消えてもらいましょう、さっさと。部外者はてめえらだ。寝てろ。おい。大丈夫か？あなたは、あの時松村さんと一緒だった、上流さん。お前、松村の会社に入ったんだろう。どうしてこんな目に。僕が悪いんです。僕がつまらないミスをしたり、口答えしたりしたから。いや、その程度でこんな目に遭うなんて異常だぞ。でも、このこと、松村さんには言わんでください。迷惑かけたくないんで。どうしてそこまであいつの肩を持つ？可愛がってくれたんです。両親のいない僕を自分の息子みたいに。そんな人を慕ってはいけませんか？悪い予測が当たっちまったようだ。松村は施設の子供たちを懐柔して都合のいい駒にしている。匠、松村はどこにいる？何をするつもりですか？いや、お前に迷惑はかけねえ。松村さんは僕の父親のような人なんです。松村さんに何かするつもりなら僕が代わりに盾になります。俺が20歳くらいの頃だったか。俺は風間のおやっさんのためにいつでも命を差し出すつもりだった。それを洗脳だと言われたことがあったな。わかった。お前はここで休むか病院で手当てを受けろ。いいな。上流さん。室内のシーンだとスリッパがしっくりくるな。この町でそんな下道なことが見過ごされとったなんて、これはうちの手抜かりでもあるわ。いや、あんたがそこまで背負うことはない。それよりも松村の居場所はわかるか？事務所にはいなかった。ちょっと待って。わかったで。明日は公園におるみたいや。早いな。優秀だな。わかった。行くぞ。二人で話してんのか。上流君は今時珍しい少年のまっすぐな男です。子供たちも最初は戸惑うでしょうが、すぐに慕われる委員長になりますよ。そして彼が委員長になれば、改めて経営難に立ち向かえるようになるでしょう。もちろんサポートは必要ですが、そのあたりは私に経験があります。ご心配には及びません。上流君と私で白鳥を立て直す。どうですか？
何かまずいところがあるでしょうか。いや、そうでしょ。だったら、おい。待て。いや、長竜君。ちょうど君に話そうと思っていたところだよ。俺に話だと。委員長がついに決心してくれてね。君に白鳥の委員長を譲ることを。施設の経営なんて初めてだろう。不安なのはわかるよ。だが安心してくれ。経理や管理なんかの面倒な雑務は全て私が受け持とう。そして建物や土地の権利もしれっと奪う魂胆だな。今、なんて。いや、長竜君、急に何を言い出すんだい？そんなことあるはずがないじゃないか。あんたはそれがお得意のはずだぜ。セーリア、松村さんよ。セーリア。赤目の情報であんたの被害者に会った。その男も養護施設の経営者だった。債務整理を引き受けると言ったあんたに土地家屋一切を奪われてホームレスとなり、今でもあんたのことを恨んでいる。何やって。いや誤解ですって。確かに私は債務整理の仕事もしますが、それは実際必ずうまくいくような仕事じゃないんです。もちろん方々手を尽くしましたが、残念ながらその人は財産を失ってしまったんでしょう。だがそれを私のせいのように言われても、100歩譲ってあんたのその言い訳を聞くとしよう。だが匠はどうなる？匠？あんたの事務所に行ってきたよ。入ったばかりの匠が暴力を振るわれていた。匠がなんでそんなことに。匠は自分が悪いと言っていた。松村さんに迷惑をかけたくないとも。そうですよ。きっと匠が何かミスを犯して。あんたんとこの社員は全員施設出身らしいな。おい。もう白状しちまえよ、松村。あんたが白鳥に近づいたのは整理屋として建物と土地を狙ったのと、自分の手駒を増やそうとしてたからなんだろ。手駒？どういうことです？よく調べたね、上流君。何もかも君の言う通りだよ。子供なんてのは世間を知らない。ちょっといい顔をしてやれば簡単に尻尾を振り、何でも言うことを聞くようになる。そうやって手なずけた駒を使い、また手を広げ、どんどん増やしていく。どうです？考えられたもんでしょう。なんてことを。ひまわり出身というのもデタラメだったのか。いえ。それは本当だよ。むしろ本当だからこそこのやり方に行き着いたんだ。何？君に話したのを覚えてるかな？私が育ったひまわりの経営者、風間という男はね、極道だったんだよ。まったく賢い男だ。養護施設の創設者なんて肩書きで周囲からは同情を引き、裏では自分のためなら命を投げ出す操り人形を作ってたんだからね。ひまわりにいたらいずれ自分も操り人形にされる。それに気づき私は逃げ出した。その男の風間の背中を追っているというのはどういう意味だったんだ？わからないのかい？私のしてることと風間のしていたこと、何が違うというんだい？弱者に付け入り、恩を着せて奴隷を作り上げる。私の手本は風間なんだよ。てめえ。君がなぜそんなに怒るかわからないが、ちょっとおしゃべりが長かったんじゃないか？お出ましだ。へえ。上流君、恨むなら自分のおせっかいを恨みたまえ。こんなところまで首を突っ込まなければ死ぬことはなかったんだからね。
松村もやるんか。オッケー。くそ。申し訳なかった。上流君、すまなかった。謝るよ。この通りだ。だから許してくれないか。今さら虫のいいことを言うんじゃねえ。聞いてくれ。私だって好きでこんなことをしたわけじゃない。私だって被害者なんだ。なんせ私の両親は風間に殺されていたのだから。いや、私もずっとそれを知らなかった。だがある日、ひょんなことからその事実を知り、私は風間を問い詰めた。あんたのしてることは偽善だと。風間は何も答えなかった。そして私は施設を飛び出し、その日以来風間を憎み続けた。実の両親を殺した男に育てられ、そのせいで私は道を誤ったんだ。悪いのは私じゃない。悪いのは風間なんだ。きっとその風間って男は自分が偽善者だってことを誰よりも分かってただろう。だが、あの人が子供たちに注いだ愛は偽善でも偽物でもねえ。それは俺が誰よりもよく知っている。お前にだってそれを与えられていたはずなんだ。そんなことも分からずに風間慎太郎を語るんじゃねえ。じゃあ、あとは頼んだぞ。任しといてや。それと松村の事務所にいた社員たちなんだが、上流さん、その社員たちに白鳥に来てくれと伝えてもらえませんでしょうか。何？その子らの心には休養が必要です。幸いうちには空き部屋だけはたくさんありますから。すまない。委員長、助かる。こちらこそ、この度は本当にありがとうございました。委員長の提案、こっちにも聞こえとったよ。うちもそれがええと思う。他にも問題は山積みやろうけど、うちもいくらでも協力する。頼りにしている。じゃあな。どんな背中を見せようと、結局はそれをどう捉えるか次第か。風間のおやすさんは今の俺を見たら、なんて言うだろうか。いい話だったなぁ。戻ってきたけどどうしようかな。なあ上流、ちょっと相談したいことがあんね。相談したいことがある？いいよ。相談？ああ、構わないぜ。そっか、じゃあ早速行こう。すごくいい時間が流れてるよね、この場所。それで相談したいことがあったんだろ？うん、前に話したやろ。うちが昔歌手になりたかったって。聞いたな。昔か。ああ、聞いたな。そん時は路上で弾き語りするのがメインやったんやけど、それを撮影してネットに動画としてもアップしてたんや。ああ、それも前に言ってたな。そんでこの前な、その動画を見た言うてメールが来たんや。上流は知らんと思うけど、大手の音楽事務所から。本当か。ほう。それでなんて内容だったんだ？今度新人発掘のオーディションをやるから参加してみないか。参加するなら採点を優待するって。つまり向こうはあんたをかなり買ってるってことか？そういうことなんかな。仕事の方はいいのか、詐欺かもしれない夢を叶えるチャンスだな。まあ、龍が如く的に言うと詐欺の可能性があるよね。夢を叶えるチャンスだな。
ああ、背中を押してあげるべきだろよかったな。夢を叶えるチャンスだ。そうではあるんやけどね。どうした？ネットワークの方が気がかりか？うん。前にも言ったろう。両方欲張っちまえばいい。仕事と夢。どっちか一つしか選べないなんてのは思い込みだ。そりゃそうかもな。そうかもね。お気に上流。なら受けるんだろ、オーディション。そうやね。うん、受ける。上流に話して吹っ切れたわ。いつもお気にな。お安い御用だ。やりてえこと全部やりゃいいんだ。オーディションってのは何をするんだ？オリジナルでも何でもいいからその場で一曲披露するって形。なるほどな。大手のオーディションともなれば競争相手も多いんだろうな。ちょっと嫌なこと言わんといてや。お前なら大丈夫だ。あかん、今から緊張してきた。おいおい、あんたらしくねえな。いや、あかんわこれ。上流、ちょっとなんかええこと言うて。緊張がパッと解けるやつ。あんたは天才だ。これまでの積み重ねを思い出せ。ライバルたちをジャガイモだと思え。まあ赤目にはこれかな。ライバルたちをジャガイモだと思ったらいい。どういうこと？知らん。ライバルだと意識しちまうから緊張するんだ。その辺に転がってるジャガイモだと思えば緊張しようもないだろう。そういうこと？いまいち。いまいちだよな。おいおい人がせっかく嘘嘘。じゃがいもはともかく上流が真面目な顔しておかしなこと言うから、そのおかげで緊張解けたわ。ならいい。よし、腹くくった。オーディション受けて歌手の道つかむし、ネットワークも守ってみせる。ああ、その意気だ。じゃああんたの勝利を祈って。乾杯。赤目とダーツで遊べるようになった。どんどん絆が深まっていくな。赤目の夢の進展も気になるな。今日はこのぐらいかな。また次の動画でお会いしましょう。じゃあな。